Luxy，他终于离开那王子了吗？哦，这不会是那个城墙吧？就是鲁迪他以前住的那个地方。Luxy 来找他了，来他之前教鲁迪的地方。这儿被灾難襲擊了嗎？パウロだけはいっそのこと違う世界へでも転移してほしかったですわ。パウロさんのお知り合いの方ですか？なんですか？可能因为他们之前也是冒险者。ゼニスとリーリャ、アイシャが行方不明だ。ノルンは俺が保護している。お前が現在どこにいるかはわからん。だが、お前なら一人でもここにたどり着けると考えている。よってお前の捜索は後回しにする。啊！这一下感觉像漏看了10集一样，都已经没法专注于这个 OP 了。調査するだけでクズ鉄線5枚、討伐すれば鉄線2枚、実に美味しいです。謎の魔物って何よ？それがわからないから調査しに行くんですよ。強いのかしら？そうかもしれませんね。そう、早く会いたいわ。まあ俺たちなら余裕で討伐できるだろう。これでしばらく金の心配とはおさらばだ。鲁迪还完全不知道呢，发生了啥？鲁迪跟瑞杰鲁德好像已经有间隙了。あら？誰かいるわ？いいね、死刑に。인데이 우슈라이 구사라. 저려, 서디오카. 아니 리니 아시나크 선지자. 레리 싸워.デッドエンド。ああ、リニナイのクワバナ。こいつこの前の库尔特还是什么？ウシュチェラやってより、イシュバイナイインルワンザの。ウゼイケンネイス。ネイス。レコ、ハイジにハイピオ、イハイパンネイロ。ウシュコザザドラデル、ウヤンデオンザクセイジ。ドヤシュマオ。안지그 쇼파이와 우슈드라이 그루지 내오주 와바이글 자라이긴제이 이니 자카리 오고시락 세드라 인디베 쿠안자 우슈드라이 위와이런드라이 윈지에슈스 게스 하이츠 조리야 何だったの？どうも依頼内容が被っていたみたいですね。譲るの？まさか早い者勝ちですよ。そうなら早く行きましょう。爱丽丝。待て。あの子供たちが心配だ。手伝ってやろう。リーラ、後ろへからクソシボラ。あまり一緒に行動すると。他们也是孩子的年纪吗？かもしれませんよ。構わん。バレたらいろいろ。
厄介なことになります。瑞杰路德一定会先优先这个。わかりました。尾行していざという時に助けてあげるくらいなら。せっかく強い敵と戦えると思ったのに。もう。爱丽丝完全不在一个频道。うかつすぎる。奴ら魔物に囲まれていることに気づいていないのか。さあ。好吧，看着确实挺小的。まだです。なぜだ。まだピンチじゃありません。いや、もうちょっと待って。どうせ助けるなら恩は高く売りつける。その方が陆迪，不愧是你。ギリギリのピンチを演出するんだ。多少怪我を負っても中魔術。瑞杰路德急死了。俺の策は完璧だ。死了。好帅啊！我靠，太帅了！这下瑞杰路德可能会怪鲁迪了。レコ、臭い肺がやんてよ。なぜ止めた？哇，把他们俩隔在两边了，这个镜头。助けられたんだぞ。効率よく成果が出るはずだった。そんな理由で子供を見殺したというのか。ふざけるな。俺だって一生懸命考えて。可以治疗魔法，给他治好吗？已经死了。是冒险者就要承担这个冒险的。クルト、ジュラコアイハ、アンゼイヤバース、アキウィウィ。バジッシュ、ジラコンザ、ゾスティオアイサ。バジッシュ。哦，是把他的尸体给带。鲁迪和瑞杰路德这个间隙肯定会越来越大。
这鼓。哦，这个是，哦，大蛇。他这个眼睛还是宝石。爱丽丝还是有这个认识的。哇，爱丽丝飞起来太帅了。鲁迪是什么？远程法师。哇！可以，感觉还是有配合的默契的。爱丽丝别太可爱了。遅かったな。但是他们已经很尽力了，在这一次。现在来，心が欲しいよ。Uia, o que dizer o que só não sei, a voz a cox bate riusa. Vanai. Leis, fauraji. Yaoi, avidrana. 妖异。こいつ。この町に来てから。なんでこうもやることなすこと悪い方向に転ぶんだ。とりあえず金だけ払って様子を見て逃げ出すか。いやダメだ。仮に次の町に着いたとしても資格を奪われたら金を稼ぐ方法がなくなってしまう。ジャリルたちに全ての罪をなすりつけてしらばっくれることはもう無理そうだな。何か他に策はないか。もう考えるのも面倒だ。鲁迪天天想一堆。大丈夫ですよ。哦。僕に任せてください。还挺贴心的。必ずこの子、エリスをあの家に連れて帰る。哦。そのためなら、いっそこの町ごと。又要漩涡了吗？たとえルイジェルドを裏切ることになっても。他把头发洗掉了。其实瑞杰路都在这一方面跟鲁迪想到一块儿去了，肯定是。他都不惜牺牲掉自己的这个。
なんで。殺しちゃダメです、レイジェルドさん。じゃあ怖いな。さあドライクションと他是故意这么说的吗？昼夜いとおけない。絶好さネイス。クソとはうしくいとおけないワイオンティワロ。ケハイツあやばす。随分看谁有些多瑞。我感觉瑞杰路德有点太帅了。但至少他这次听了鲁迪的，没有杀他。哦，他可能觉得自己会是一个累赘了，对于爱丽丝他们。他们明明也知道瑞杰路德救了。哦，爱丽丝，但爱丽丝最开始也吓了一大跳。他们还是好孩子。依頼は効率のいい金稼ぎとか、あわよくばスペルト族の汚名返上とか、そんな自分の甘えた考えのせいで。いや、お前はやれるだけのことをやってくれていたのだろう。悪いのは俺だ。お前があれこれ考えているのに気づいてやれなかった。しかしさっきやっと分かった。あの時お前が奴を殺そうとした時、覚悟が伝わった。お前は守ろうと必死なだけだったのだな。守るべきものがあるお前は戦士だ。すまなかった。ルイジェルドさんにとって戦士って何ですか？戦士は俺の誇りだ。戦士は子供を助け、仲間を大切にする。俺は戦士だ。汚名返上はできなくてもお前らのことは必ず守り抜く。だからお前もスペルト族のことは考えず、守る者のことだけ考えろ。誇り。はい、ありがとうございます。でもルイジェルドさんの悪評は必ず消します。懲りないやつだな。そんなに俺が信用できないか？信用していますよ。だから報いたいんです。頑固なやつだな。ルイジェルドさんほどじゃありません。じゃあ戦士なんて大層なもんじゃないし、俺にはルイジェルドの言う誇りなんてものも
正直よくわからない。でもなぜだろう。俺はルイジェルドに認められたことがとても嬉しかった。啊？哦，他直接剃头了，这样就不用伪装了吗？我不要，还我蓝头发！そうだ。確かここにあった。哦不，瑞杰路德。それなら額の目も隠せますね。ねえねえ、お揃いね。哦，爱丽丝这好可愛。ああ。僕は今まで一人で全て何とかしなきゃって焦っていました。そしてこれが今回の失敗の原因だと思います。この先もいろいろ問題が起きるでしょう。でもその時意見を互いで揉めないように、これからはみんなで話をして小狼是どうす他们るかを三个吗？一緒に考えていきたいと思っています。ああ。そうね。それでは早速第1回デッドエンド作戦会議を始めたいと思います。目標はアスラ王国。哦，但是他还不知道他爸的事儿。哦，他们这旅途也太爽了。哦不，我不接受瑞杰路德光头了。鲁迪，求你了！帅！哦，瑞杰路。Luxy 是去找保罗他们了吗？哦，同一片地方，等于说是他们要相遇了吗？这集应该真的是我自第2集之后最喜欢的一集了。最开头的信息量真的很大，我都没法专心听歌和看鲁迪他们那个冒险的场面。因为这故事一直都聚焦在鲁迪这边，所以根本就不知道那个看起来很吓人的魔法灾难到底是对其他城市城镇造成了多大的危害。保罗也真的是为他们家蛮拼的了，他还说如果让他去舔那些看他不爽的人的鞋，他也愿意。这下他们家也完全被分开了，主要是杰尼斯和莉莉娅他们俩都不会那种剑术啥的，杰尼斯是会一些魔法的，但是也不知道他具体是会多少，感觉他们3个人肯定是非常危险的。而且鲁迪还完全不知道他们家现在是什么情况，不知道要多久他才能跟保罗他们相聚。不过看最后 Luxy 可能马上要跟鲁迪他们碰上了，这下 Luxy 的戏份终于可以变多一点了，远离那个王子，还有那个像精灵一样的姐姐。他还说希望保罗能被传送到另外一个世界，他这个世界是指的之前人参提到的那个6面世界呢，还是说像鲁迪一样只是被转送到魔大陆这种世界？主要是按他这么说的话，就好像是这种转移的事情是非常司空见惯的，还是说这个转移也是转世？这集的几场打斗戏真的做得太好了，画面太流畅了。爱丽丝那个剑术真的是一整个快很准，而且她现在还这么年轻，真的不愧是剑王的学生，感觉已经能看到下一个剑王了。他们3个人的合作也非常默契，而看着还挺燃的。瑞杰路德和爱丽丝更像是那种近身战士，鲁迪就是远程的法师。
虽然鲁迪想效益最大化这想法是没什么问题的，但是在这个非常险峻的环境下，意外肯定会来得更快。瑞杰路德是在理的，应该听他的。这也是第3次鲁迪亲眼看见有人死在他面前了，以后他肯定不会再犹豫了吧。在这一场景的挺多镜头语言也蛮有想法的，就是有活用这种树枝、树桩，还有这种浓雾去展现瑞杰路德和鲁迪的他们俩这个分歧和隔阂。还有另外2个在这一幕的小细节我蛮喜欢的，一个是爱丽丝最开始也想去插话，但是默默的退后了，让鲁迪和瑞杰路德自己去解决他们俩这个矛盾。还有就是瑞杰路德本来是想去摸库尔特的头的，但是改去摸了他的肩膀，因为摸头更像是哄小孩似的，但是去扶他的肩膀又更像是一个安慰战士的行为。鲁迪把那些焦虑留给自己，然后去安抚爱丽丝的时候还真是挺贴心的。他想背叛瑞杰路德的这想法更是说明了每个人都是有最优先考虑的事物。对于瑞杰路德来说是小孩，对于鲁迪现在来说呢，就是要护送爱丽丝，就大家在这方面都是不择手段的。瑞杰路德还是很敏锐的，一下就发现鲁迪这杀意，然后马上就让自己去充当这个恶人，去威胁那个马人儿。而且这次他也听进去鲁迪的话，没有直接杀人，他还是有在改变的。还有就是这些魔族虽然很排挤 Dead End， 但是在这绝对实力面前，谁敢不低头？这更让我感觉就是瑞杰路德他想洗脱这个种族骂名的这个道路肯定是非常艰难的。还有就是瑞杰路德洗掉头发这一段，真的我反复观看肯定要太帅了，别管我了。很喜欢鲁迪和瑞杰路德最后在星空下面就是对称着站着那一幕，真的是战士与战士之间的平等的对话。瑞杰路德此时肯定是没有再把鲁迪当做小朋友了，最后也是搭向了鲁迪的肩，就像他对库尔特那样。这也就是相当于是他对于战士的肯定，而他现在也是把鲁迪和爱丽丝当做同伴来看，还是会守护同伴。战士就是为了守护珍贵的事物所拼命，就让想到保罗他也是个战士，他要守护的最重要的事物就是他的家人。鲁迪虽然对瑞杰路德所说的战士的骄傲还一知半解，而且他也深知自己是有人渣的那一面的，可能觉得自己不配当做战士。但是我觉得后续的旅程，鲁迪肯定会慢慢明白就是何为战士。挺可笑的是，大家就是只是因为一些外貌特征，像瑞杰路德的头发，就对他持有偏见，而他明明头发换个色儿，大家都不会对他另眼相看。就大家根本都不会去考虑说他到底是一个什么样的为人，他到底品性如何，而是直接就立马下定论，直接给标签化了。最后就是这3匹小狼，应该是小狼吧，这一幕真的设计的好好。因为鲁迪和瑞杰路德他们2个本质上其实都曾经是一匹孤狼的那种形象。鲁迪他就是会习惯什么事情都自己想，因为他以前就是孤身一个人的，所以他就是这个思维惯性还是被带到了这个世界，他尽可能的都是什么事情自己扛，不去依赖其他人。瑞杰路德就更不用说了，因为他这个家族污名的事儿，他一直也是孤身一个人的。他们2个现在都拥有了可以去依赖的伙伴，他们俩一个是人渣，一个杀人无数，都不是完人，但是他们现在可以在改变的旅途中有所陪伴，不再是孤身一人。瑞杰路德宠溺着看着鲁迪和爱丽丝换衣服那段，真的有戳中我。别管了，我说我注定是会喜欢像瑞杰路德这样的角色的。那这期视频到这儿结束了，我们下期再见，拜拜。